はいどうも、制汗溶接職人チャンネルのカジです。今回はノズルの展開の仕方について解説していきます。皆さんノズルの展開とかどうしてますか？パソコンでちゃちゃっと出してもらったり、材料屋さんにお願いすることもできるんですが、作る側で確認だけはしなければなりません。そんな時わざわざパソコンの前まで行って確認するのも面倒ですよね。自分でその場で計算できればだいたい間違ってないことも確認できます。そもそも展開した時にどんな形になるのかを分かっていなければ間違いに気づくこともできません。この動画を見て最低限でも確認ができるようにしておきましょう。今回は三平方の定理を使います。数式なども出てきますが、電卓を使って簡単に分かりやすく解説しますので最後まで見ていってください。今回は差し込みノズル側のみの展開を紹介します。穴の開く方の展開はまた別の動画でアップしようと思いますのでよろしくお願いします。それでは早速いってみよはい、まずこの図を見てください。今回はこのような外形の違うパイプが直角に交わるノズルの展開を解説します。乗せる形と差し込みの形と2種類考えられますが、今回は差し込みの形を展開します。差し込みパイプの場合は外形で展開していきます。展開は図を見ながら3次元で想像できるようになると分かりやすいです。想像できるよう実際のパイプを使ったりして経験を積みましょう。外形の小さい方を A、外形の大きな方を B とします。今回は A の展開を紹介します。30度で割って展開してみますが、外形の大きさによって45度や 22.5 度、15度で展開することもあります。やり方は同じなので、この30度の展開を参考にしてください。この図を横から見るとこうなります。差し込みパイプは B の内側までの寸法を取るので、一番短いところで 420mm となります。今回は B パイプのセンターに A パイプが直角に交わっているので、4分の1展開ができれば1周分の展開ができるということになります。 A を上から見た図があります。これを30度で区切ります。ここから下に垂線を引きます。実寸を表すところに分かりやすいように赤で色付けをしてみます。この赤線の長さがそれぞれの実際の長さになります。ここを計算していきます。それぞれの赤線を A から D とします。 A の長さは実寸 420mm なので、あとは B から D の寸法を計算していきます。ここで三平方の定理、別名ピタゴラスの定理 A 次乗プラス B 次乗イコール C 次乗を使いますが、この定理は様々なサイトや動画でも詳しく解説されているので、ここでは割愛させていただきます。電卓を使って計算しますので、同じようにしてもらえれば大丈夫だと思います。では最初は B の寸法を計算しましょう。ちなみに簡易的に展開が間違っていないのかどうかを確認するなら、ここの寸法が分かると確認できると思います。 D の寸法の計算はこの青線の三角形を使います。このそれぞれの線を XY、Z とします。 X は B のパイプの内寸半径なので 380mm です。なので X と Z の差
が分かると D の寸法が分かりますね。計算するとこうなります。この式を見て分かる人はいいのですが、分かりにくいですよね。なので関数電卓を使って計算します。これなら分かりやすくなると思いますので、実際にやってみてください。ちなみにこの関数電卓はカシオの FX290A という関数電卓です。安くて丈夫で高機能なのでおすすめです。早速計算してみましょう。はい、380の2乗引く200の2乗は、この答えをルートアンサーで 323.1 380からこの答えを引くと 56.89 となります。この 56.9 という寸法がここに当たるので D の寸法は A たす 56.9 イコール 476.9 となります。同じように C と D も計算しますが、ここの寸法が分かりません。なので先にここの寸法を計算します。まず C の寸法を出すために Y の寸法を計算します。 Y の寸法はこの寸法と同じなので、この三角形を使って出していきます。この三角形は30度、60度、90度の三角形なので三平方の定理が使えますね。なので計算はこうなります。半径は200なので200割る2、これがここの寸法になります。これにルート3をかけると 173.2、 これが y の寸法になります。三平方の定理はよく使うので覚えて使えるようにしましょう。では C の寸法を計算していきます。やり方は D の寸法を出した時と同じです。半径は380なので x は380、この2乗引く y の寸法 173.2 の2乗をするとこの数字になります。これをルートしてあげると z の値 338.23、 これを380から引いてあげると四捨五入して 41.8 になります。なので C の値は420たす 41.8 イコール 461.8 となります。同じように B の寸法を出していきますが、やり方は基本 C の寸法の出し方と同じなので簡単に説明していきます。まず Y の寸法を出します。この三角形も30度60度の直角三角形なので三平方の定理から Y は100となります。なので Z は380の2乗から100の2乗を引いた値にルートした値となり、この値を380から引くとここの値、四捨五入して 13.4 となります。よって B の寸法は420たす 13.4 イコール
433.4 となります。これで A、B、C、D の寸法が出揃いましたね。これらの計算結果をもとにパイプに反映してみましょう。パイプ A の図に A、B、C、D がどこになるのかを書くとこのようになります。あとはパイプ A に30度ずつ割った毛書きを書き込んで A から D の寸法を毛書きましょう。毛書いた点を竹刀などを使ってうまく結ぶと終了です。イメージしやすいよう紙に書いてみました。これは今回計算した縮尺や寸法を完全に無視したイメージですが、これを見ると分かりやすいのではないでしょうか。線を結ぶコツとしては、一番短い点 A と一番長い点 D は30度ずつの垂線に直角に交わるように毛書くといいです。はい、今回の動画はどうでしたか？慣れないと難しいかもしれませんが、精悍を極めるなら避けて通れないスキルです。展開は図を見ながら3次元でさまざまな角度から想像できるようになると理解するのが早くなります。これは図面を読んで製品の完成形を想像するっていうのと同じ大事なことです。想像できるように実際のパイプを使ったりして経験を積みましょう。はい、この動画を見てくれたあなた、いいね、チャンネル登録よろしく。